ろかったね。難しいんやけど、マジでそのイーゲヌの特有のノリみたいなのはやっぱりあるなっていうふうに思ったね。その番組外とかでもね、なんかね、特有のこのなんかハイテンションというか会話のペースみたいなのがあって、すげえそれがねおもろいんだよな。別にね、そう日頃のねその JP の皆さんとお話しする時も全然めっちゃ裏でも喋りその番組とかねやってない時もめっちゃ喋りまくるし、別にそれはそれで会話ノンストップなんだけど、なんかね特有のこのテンポみたいなのタンタカ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 みたいなのがあって、すげえおもろかったね。ドッピオがね、今回番組でご一緒したドッピオくんがもうマジであらゆるところになんか当たり屋しててさすがにおもろかった。結構やっぱ二次フェスだからさ、その待機時間、その待ち時間とかその番組の、前後とかに、いろんなその先輩後輩と喋る機会があるんだよね。ケータリングとかがあるって話はみんないろんなライバーさんから聞いたと思うけど、いわゆるそのなんていうのかな、ビュッフェっていうとすごく聞こえがいいけど、なんでそのいろんなね、その各番組のブースみたいなところの、中央広場みたいなところに結構広めでそういういろんなドリンクとかフードとかが取れる場所みたいなのがあって、そこにみんな溜まるんだよね、ライバーが。各ブースから流れ出たライバーがそこにこうもちょ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 って溜まるんだけど、そこでね大体お久しぶりですみたいな話をしたりとか、いろんな雑談とかをして本番までの時間を過ごすんやけど、もう誰と喋っててもなぜか最初いないんだよね。最初からいれいいのにさ、なぜか最初ドピオはいなくて、でちょっと喋ってると遠くから「おー!」とか言いながらこう走ってきて「どうもドピオです!」って言ってこう登場して、でなんか1ギャグかまして去ってくみたいなのを何回か見ましたね。ライバーさんにもやるし、スタッフさんにもやるし。だからその番組やってる時もさ、その本当に特にフェスっていうのもあって、その凄まじい数のやっぱスタッフさん、その大人の皆さんがそのその我々のバックでこうそのいろんなね、すごいなんかよくあるさ管制塔みたいな、わかる宇宙センターのさ宇宙のロケットとやり取りするあそこみたいな機材を触ってるスタッフさんがすごい人数いるんだけど、そうで番組終わるとねおかげで楽しく番組できました、あざましたみたいなこと言ったりするんだけど、もうねドッピオは番組終わるなりそっちに突っ込んでいったからね。いやマジで愉快だわ。そういや可愛らしい野郎ですよ。でEN メンバーのみんなとも控え室行ってお話しして、何話したかな。なんかね、でも結構ね大人数だったからあんまこうなんか全員とめっちゃ話すみたいなのは無理で、なんかちょいちょいその控え室からなんかたまに人が入れ替わるじゃない、ケータリング行ったりとかなんか呼ばれたとかで、そういう時に少人数になった時にこそってお話しするっていう感じでやらせてもらってたんだけど、会話は英語だったかな。いやそれもね、そうだ、エリーラが矢車の分かんないところ翻訳してくれたり、矢車が英語でどうやって言ったらいいんだろうみたいなところとかも翻訳してくれたり、あとはみんなね日本語がめちゃめちゃ上手くて、めっちゃ日本語上手くて、矢車が分かんないって言ってなんか日本語でちょいちょい混ぜて話しても全然理解してくださるっていう、すごいよみんな。ドッピオはねちなみにずっと元気だった。ずっと元気だったみんなステージ上だけあんなに元気だと思ったら大間違いだよ。控室でも元気さだからね、ちなみにずっとテンションだったからね。自己紹介もあんな感じだったから、ずっと控室入って「お願いします、夜まです、よろしくお願いします」みたいに言った時も感じで配信のテンションでの自己紹介だったからね。そう最高だったね、ガチで。ずっと元気をもらってましたよ。1日目ってかリハビはちゃんと場を回さなきゃみたいな感じで、結構台本に
忠実にやってたわけですよ、矢車は。真面目に忠実にやってたわけ。やってたら、リハ終わった後に、多分めっちゃ偉い方なんだろうな。トコトコトコって駆け寄って来られて、いやー、矢車さんさ、もっとかましちゃっていいよみたいな。もっとはっちゃけちゃっていいよって言われて。えもしかしてシャバかったですかって聞いたら、うん、シャバかったねって。はい頑張りますって言ってその言葉がずっと突き刺さってて、矢車のここに矢車の心にずっと突き刺さってて、それでね、リハビはでも結構あれだったな。そういう感じでカマスが刺さってカマスってなんだろうなって思いながら、ホテルに帰ってカマスってなんだろうなって思いながら過ごしてたんですけど、そうで、あとはやっぱり初めて話す方々ばっかりだったから、EN メンバーの方々ともちょいちょいお話しさせていただいたりとかして、ちょっと矢車の英語力とかさ、コミュニケーション能力が足らずさ、あんまりなんかめっちゃなんかおもろいギャグみたいなのをさかませなかったのがちょっと申し訳ないんだけど、それに関してもドッピオがずっとかましてたんだよねそれに控え室でずっとかまし続けてたのはドッピオだったんだよねずっとかました。ちなみにずっと、そうめっちゃおもろかったこれこの落書きをね、会場内で見た方いらっしゃいますでしょうか。今一瞬映った落書きなんだけど、ドッピオのギャグおもろーみたいな感じのことをみんな書いてるんですよ。タズミさんにこのギャグをめっちゃ言いたいって言ってずっと練習してて、タズミさんに言うギャグを。で、面白いねみたいなそうずっと練習してたね。2回は披露したらしい。だから控え室で矢車たちは1回目を聞けてなかったんだけど、2回目日本語バージョンで披露してくれてそう英語バージョン日本語バージョンどっちも練習してたらしい。だからドッピオがちゃんとギャグ言えたかなずっとこれを心配してるんですけどね。可愛いよねドッピオ多分めっちゃ持ちネタあるよね。本番披露してた「ピースは日本語で何ですか?」みたいな「はあみたいな「聞こえない!」みたいなのもちゃんとやってたあれちゃんと裏でもちゃんとやってたちなみに裏でもやってましたよあれはガチでおもろかった。ずっと多分一番かましてたのはドッピオだったねずっとかましてた。面白かった。でドッピオがでっかい背中を見せつけてくれたわけ。かますとはこうだと、こうだよ先輩、かまし方ってのはこうだよって。そうで、あとはね、控室の責任的にはザリとも結構お話しさせていただいててか、矢車が一方的に喋りかけてたと言ったらあれなんですけど、大して話せないフランス語を披露する時間があったね。わかるわかるとか言ってボンジューとか言って次までにフランス語覚えるよって言って、大して話せないフランス語頑張って披露する時間はあったね。でね、本番当日はミリーがねお菓子くれて美味しかった。ミリーとも結構お話しさせていただいてね、同じチームだったからリハの時とかすごい距離が物理的に近くて「横山先輩英語うまい!」って言われて「そんなことないよ!」って言って「ミリーかわいいね!」って言ってましたね。あとはあれだな、フィナーナがね移動中にね、これ初めての二次フェスなんだってウキウキしてたから「初めての二次フェスなの?」って言ってかわいい、本当に可愛かった。ずっとフィナーナマジでずっと可愛くて癒しでした。我々の EN の告知の時とかずっと横目に眺めてた、動きながら可愛いなフィナーナ、可愛いな頑張って喋ってるねフィナーナって思いながら、若干不審者節を出しながら矢車を応援してたんですけど、帰りとかね矢車先輩みたいなありがとうみたいな感じだったからハグして帰って可愛かったごめん、ちょっと気持ち悪い、ちょっとやめるこの話ニチャニチャしちゃうこのままだと。やばい、ニチャニチャして終わっちゃうあとはあれですね、レンもだ。そう、レンはねあれだった。ヨブマ先輩今オーストラリアに住んでるんだよみたいなことを誰だったかな、エリーラか誰かが
かミリーだか誰やかが言ったのにみたいな、俺も先輩今オーストラリアなのみたいな感じでちょっと話したね。